えーと、今日から上野で、国風盆栽展と、それに合わせて、上野グリーンクラブで立春盆栽大市が開催されています。私は午後に仕事をお休みして、その前の日のプレオープンにちょっと遊びに行ってきました。人はまずまばらな感じでした。それで昨日初めて海外の、方にですね、YouTube 見てるよって声かけていただいて、はい、すごい嬉しかったんですけれども、それでなんかすごい、いいチャンネルやってくれてるね、みたいなことを英語で言ってくださった、なんておっしゃってるかは分かったんですが、ハローとサンキューしか言えなくて、すごいもどかしかったです。めっちゃ勉強してるのに、なんで喋れないんだろうと思って。そもそも普通に言葉が喋れる相手とでもですね、まあ初対面だとそんなに喋れるタイプではないんですけれども、うん、それでもね、もうちょっとなんか、あったのになと思ってすごい後悔しています。声かけてくださった方も、ね、知らない人に声かけるのすごい勇気いったと思うんですけど、なんかうまくお話ができなくてすいません。次はもっと頑張ります。ので、はい。英語の勉強は引き続き、自己流で頑張っていきたいと思っております。はい、はい、はい。で買い物は、そんなに買ってこなかったんですけど、それでも一応買い物紹介、買ってきたもの紹介をします。これだけなんですよね。これと、こちらになります。まず毎年楽しみにしてます。裏手の方で、石土五葉松の苗木をとってもお安く販売してくださっている業者さんがおりまして、そこは必ず行ってるんですけれども、そちらで1本だけ買ってきました。葉章が細かくってですね、はい。とてもいいですね。はい。たくさんありましたけど、自分のルールでは、気に入ったものでも3本までっていうルールを決めていて、それ以上買うと申し訳ないので3本までって決めていて、今回はおとなしく1本にしました。葉章の細かい五葉松になります。でね、盆葉さんと話してたんですけど、やっぱり五葉松はですね、静止は今時期できるし、植え替えもできるんですけど、静止と植え替え一緒にやったらやっぱ枯れるねっていう話をしてました。これもちょっと灰色が黄緑というかですね、心もとない感じはするんですけど、今回は古葉を取って少し根を出すぐらいの手入れをしようかなと思ってます。あとは、やっぱり季節物ですから、花の早い大梅、値上がりの大梅の苗を盆栽大野さんのところで買ってきました。うん。これね、もう幹とか全然曲がるので、ちょっとね、畳んでもいいかなと思います。あとは、これですね。これ何だと思いますか？わかる人はわかる。匂い嗅いでの挿し木のなんか、引っこ抜いたやつ、根巻きのやつをですね、3本寄せ植えにいいなと思って買ってきました。これは種木にして、これは古文で、孫みたいな感じで3本の寄せ植え作っちゃおうと思って、はい、選んできました。イベントは結構長くありますので、また私も会期中、仕事が、の都合が良かったらですね、行きたいなと思ってます。まずは、こちらの石槌五葉松、石槌さんの五葉松から手入れをしていこうかなと思います。はい。それで、古葉があるので、古葉、どんなものかというと、こっちがちょっと黄緑になってるのが、2年葉で、この上の方のが去年伸びた葉っぱになります。で古葉取りはこの古い葉っぱ、2年葉を葉っぱの葉元からこう切っていく作業になります。こういうもともと葉章の細かいやつは、あえて古葉取りとか線で、できるだけ葉っぱ多く残して元気つけといた方がいいんですけど、こういうふうに部分的にちゃんと、元気そうなところは、古葉取ってしまっていいと思います。先っちょだけ残しました。で、ここの新芽の葉っぱ、太陽法で、この五葉松の葉っぱを短くする方法として、この去年の葉っぱ、この新しい葉っぱを抜いて、今年伸びる葉っぱを短くするっていう方法もあるそうです。でもそれでやると枯れちゃうこともあるらしいので、やっぱこう、なんですかね、木の元気さとか、そういうものでの判断になると思うんですけど、あんまり新葉を抜くっていうことは、する人、あんまりいないんじゃないかなと思います。試しに私もやったことありましたけど、その部分の枝、結果的に枯れてしまいました。
なかなか時期的なものもあるかもしれないんですけど、なかなか難しいような気がしてます。ただそういう方法もあるみたいです。四国の五葉松は結構関東でも引き続き元気に育ってる印象があるので、好んで買っています。特にこれじゃなくてもう少し葉っぱが緑が濃くて気候帯がくっきり出てるやつがあるんですけど、銀賞とかいうのかな、ちょっと、どういうものなんだろうと思うんですが、それはですね、夏にも強くて、見つけたら買うようにしています。まだあるんですけれども、あまり樹勢を落としたくないので、こんなところにしておきます。で次はこちら、匂いカエデ、ジャコウカエデ、3本、寄せ植えに向きそうなやつを選んできました。中箱になるものと、なんていうか、こう流れが出るものと、古文になるもの、しょぼいですけど、古文になるものを3本、一応よく考えて選んできたつもりです。寝巻きになってるからね、この作業はもう早めにやっちゃった方がいいですね。ちょっと切り揃えようか。でもよく出ます。あんまり切らんどこ。で、こっちで流したいでしょ。で、主木は主木で。寄せたいから切らないといけないねも結構あるかな。しっかりこう寄せて。で、子供。いらんかったかな。こんな感じにしましょう。後ろの方とこうやって三冠にします。三冠意外と難しいんやけどね。位置が定まったら、今回は麻紐で根をひとまとめにして固定しやすくします。こんなところで。きます。中に入れて、こんなところで作りました。うん。こういう向きかな。寄せ植えの時はこうやってもう作っちゃって、少し根を持ち上げて根洗いっぽくすると作りやすいですね。で合わせる鉢は、これだと空間がうまく出せない感じがするので、少し余白の出る鉢を選びたいと思います。で、こういう風にして作ったら、流れが出てきていいかなと思うので、そうします。流れが出てきて、こんにちは。で、今回は寝巻きなんで、ボールになったんで、U 字にして引っ掛けが結構簡単にできるから、U 字コースで。はい。ですね。うん。結構出てますけど、空気に触れると太くなるので、このくらい出して、あとは周りに水苔を貼って完了。ちょっと苔がここにあるから苔貼っとくか。乾燥防止も兼ねて貼っておけば。ということで、買った匂い嗅いでは寄せ植えに、五葉松はちょっと控えめに曲げの第一段階、大葉はこれから植え替えるという感じで、早速のお手入れコーナーでした。立春盆栽用地まだまだ、国風展と立春盆栽用地まだまだやってますので、皆さんも行ってみてください。それでは失礼いたします。